こんばんは。はるです。今回は最新版のアタッカーティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。で、今回ですね、フッティーズの選手たちを新しく追加を、しました。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらが最新版のアタッカーの、ティアリストになります。D だったり C はですね、新しく入れた選手はいなくって、少し調整をした、という風な形になります。で、そして、B ですね。B に新しく追加した選手はですね、フッティーズ、インシーニですね、一番左に、先頭にいる選手ですね。インシーニに関しては、マジで全然悪くはないし、普通に強い、場面はあるんですけれども、フィジカルの部分が少し弱い、という風なことですね。やっぱり今作前線の選手としてフィジカルっていうのはちょっと大事には、なってきますし、あとはスキル、逆足、どちらも5-5になってるんかなって思うんですけど、スキルで特にかわしきれないっていう風なね、場面がやっぱりありますね。フィジカルでゴリッといけないっていう風な部分があります。だから、結構ね、上手い人じゃないと、難しかったりするのかなと思います。スキルとかを使いこなせる人じゃないと、ちょっと難しい、選手になって、相手に対応されてしまうと結構すぐに、うわって負けてしまったり、する選手。時に臭くね、フィジカル、相手の方がめっちゃ強いフィジカル持ってる選手だけれども、ぬるっといけたりとか、するのはあるんですけれども、やっぱ試合を重ねていくごとに、やっぱだんだん負けていくっていうことは、あるなという風に感じたんで、コスパ的にはいいんですけれども、いいし、めっちゃ軽くって、スピードは速いし、スキル5で扱いやすい選手なんですけれども、個人的には A にはいかなかったかな。やっぱり前線として得点を決めたりとか、チャンスを作り出すという風な、部分でいくと、B かなという風に、感じますね。で、そして A と B の間にいるのがですね、シェイプシフターズアイコンのライカールト。ここは前回とは変わりません。で、そして A ですね。A に新しく売れた選手はですね、フッティーズのムリエル。15勝でゲットできる選手ですね。で、そして SBC で、来ました。フッティーズヒーローのケイヒル。そしてですね、フッティーズ期間に来たかどうかちょっと忘れたんですけれども、フラッシュバックのバーディですね。バーディ。前回から入れてなかったんで、ここに入れました。ムリエルに関してはですね、15勝の価値っていうのが、あるかどうかという風な部分なんですけれども、期待はあまりしない方がいいんですけれども、やっぱり5-5っていうのは非常にでかくって、スキルでもかわせるし、逆足も打てる。あとは速いですね。スピード99っていう風な部分も、あるので、それなりの速さっていうのは、あります。シュートに関してはですね、しっかり決めきってくれるっていうある程度は、持ってるので、万能型の中盤じゃない、ST、前線の選手として扱えるっていうと思っておいた方がいいかなっていう風に思いますね。重くはないんで全然。軽い選手にはなるので、使い方さえマスターができればというか、使い込んでいけば、活躍をしてくれる選手には、なるので、個人的には、無料でゲットできるんだったら全然ありかなというふうに思います。で、そして SBC で、来ました、ケイヒルですね。フッティーズヒーローのケイヒル。ケイヒルはね、どちらかというとちょっと重たい、選手なんですけれども、それが少し改善をされたという、選手ですね。SBC のね、価格はね、ちょっと高かったと思いますね。20万ちょっとは高かったかなっていう、選手で、かつやっぱりスキルもなかなかないんで、自分で行くっていうのがちょっと難しい。スピードとかを活かさないと難しいかなという風な、ところですね。だから、スキルを使いたいという方は、ケイヒルはちょっと合わないのかなっていう風に思ったりはしつつ、リュディガーだったりとか、ノイアーだったり、マグワイア、ケインだったりとか、あと、ざっくりは多分同じような、タイプにはなるんで、フィジカルでいけたりとか、球際の強さでいけたりとかっていうことが、ある程度はできる、選手にはなるので、また決定力が高いんで、結構シュート決めきってくれたりとかはしましたね。こういうのも全然強い、選手にはなるので、自分は A というふうなことにしてます。で、そして、フラッシュバック、バーディですね、バーディ。バーディはね、期待をしてた以上の強さっていうのはあまりなかったんですけれども、現環境では A に入ると思います。スピードがね、あるし、あとは AI 面の、賢さっていうのも、
ある選手に、なるので、スキル5だったらね、この人も良かったんですけれども、逆足が5になっただけという風なことになるんで、この人も決定力は高くってね、スピードは速い選手なんで、それなりには、戦える、選手にはなりますし、パスはね、そんなにめっちゃ上手いっていう選手ではないかなっていう風に思ったりはするんで、結構ね、人によると思いますね、バーディーは。使いこなせる人もいれば、めっちゃ合う人もいれば、なんか意外とちょっと微妙やなって思う人も多分いるという風に思いますね。自分はどちらかというと後者だったんで、なかなか一番上トップクラスってまではいかなかったんですけれども、今のこの現環境の中では、全然 A に入ってもおかしくないかなという風に思いますね。で、そして S と A の間にいるのがですね、シェイプシフターズアイコンのチェフ、そして、TOTS ハーランド、そして、新しく追加をここしました目標でゲットできるブキャナンですね。ブキャナン。ブキャナンはですね、めっちゃ強いですね。めっちゃ強い。正直一番上に上げてもおかしくないぐらいめっちゃ強いんですけれども、やっぱり一番上のメンツ見ると、ちょっと劣るかなって思ったりはするんで、ちょっとここの間に、しました。ですけど A の選手よりかはかなり強いですね。本当にこの人目標でゲットできる、無料でゲットできるレベルではないなという風に感じたんで、ある程度、守備力っていうのもあるんで、3CM の一角でも自分は全然いいと思います。で、最適はサイドとか、だとは思うんですけれども、本当にスピードを活かして、さらにスキルも活かしてという風なことが、いいと思いますね。スキルを使わなかったとしても、スピードがね、めっちゃ速いんで、スピードでも、行くことができる。あとはある程度身長、180多分3センチとかやったと思うんですけど、そこの、でかさってかそのある程度の身長もあってフィジカルもちょろっと、ある選手なんで意外と負けない、追いつかれてもなんか耐えてくれる、そういう風な選手になるので、この人はかなりいいですね。冷静さが87かな、確か多分ちょっと低めだったんですけれども、そこまでなんか冷静さ低いなっていう風にも思わなかったんで、この人はスパサブで出てきたらめちゃくちゃ厄介だなというふうに思いますし、ちょっとね CF あまりやってないよっていう方でも5勝なんでブキャナンを取るためだけに CF ちょっとやってみてもいいのかなっていうふうには思いますね。個人的にはかなり、最強の今作最強のスパサブになり得るというふうに思います。で、そして一番上の S ですね。S はですね、やっぱり非常に強い選手がフッティで出てきたんで、めちゃくちゃ多く、なってますね。ピンクに染まったという言っても過言ではないぐらいですね。フッティーズのアルバレス、そして SBC で来ましたフッティーズのロドリゴ、そしてフッティーズロナウド、メッシ、そしてフッティーズ SBC で来ましたソン・フンミン、そしてフッティーズディマリア、そして、グリーズマン、そしてエイブラハム、 SBC で来てますエイブラハム、そして、目標、シーズンレベル40で、ゲットできるフッティーズビニシウス・ジュニオールと、この9名かな、新しく追加した選手はこの9名に、なります。アルバレスに関してはですね、非常に使いやすい、小さい、速い、細かい、選手になりますね。単純にベンエデルの上位互換と思ってもらえたら一番いいと思いますね。ベンエデルからスピードも、速くなって、パスも上手くなって、ドリブルも軽くなってというか、そしてフィジカルもある程度手にしたという選手ですね。あとはこの人本当に小さいんですけれども、足をしっかり出せるというか、本当に前線からプレスをかけていくという人にも素晴らしいと思います。決定力は言わずもがな、かつスキルも5になっているので、自分で行くことができる、細かいタッチを活かして、さらにスキルも、相まって相手をずらして振りの速いシュートで決めきることができる、そんな選手になるので、今作非常に、トップクラスの ST に、なると思います。で、そして、ロドリゴですね。フッティーズのロドリゴ、SBC。90万ぐらいかな。ちょっと値段は高い SBC だったんですけれども、自分は作ってあまり後悔はないですね。特にベンゼマだったりとか、あとはカマビンガだったりとか、レアル・チュアメイだったりとか、あと、クロスとかかな。レアル勢を使ってる方はですね、ロドリゴを作るのは、必須かなというふうに感じます。本当に右ウィング最強クラスの、選手にはなってますね。めちゃくちゃ強いです。またはやっぱり5-5になったということで、スキルでも逆足でも、非常に素晴らしい、
選手ですね。特に逆足で決めきれることが多くって、ちょっと難しいかなと思うような、シュートでもしっかり逆足で決めきることが、できます。で、あとやっぱりスキル。ドリブルが軽い。あと速いんで、速さもありながらも、こうスキルでも、めっちゃ軽い、細かいっていう選手なんで、やっぱりそこで、相手からすると非常に厄介だなという風に感じるので、かなり強い、選手になりますね。またね、アンリとは違った、右ウイングの選手にはなるんで、軽い選手が好きっていう方は、ロドリゴは全然ありだと思います。で、そして、ロナウド、ですね、ロナウド。フッティーズ、ロナウド、非常に値段が高いというか、多分1500万ぐらいかな。もう幻のカードになりますね、この人は。非常に強い選手であることは間違いないですし、もう本当に理不尽な、カードになるので、かつやっぱり5-5になってるという、ことで、5-4でもいいんですけどね、正直逆足。4のままでもやっぱりしっかり決めきってくれる選手なんで、ちょっと今作最強の ST、トップ5には絶対入るなという風な選手でですね、やっぱり軽さっていうのもある程度、改善をされてる選手、にはなるので、個人的にはみんなが使いやすく、非常にこう、試合に勝つという風な部分では、ちょっと必要な選手にはなるかなという風に思いますね。で、そして、フッティーズ・メッシですね。メッシも非常に値段が高くですね、多分700万、800万ぐらいするのかなと思うんですけれども、メッシも5-5と。いう風なこと。ちょっとこの人、またロナウドって、またメッシ、タイプが違うんで、どっちがいいとかはまた言えないんですけれども、メッシはめちゃくちゃ軽いですね。細かいタッチというか、そういうような部分がある選手ですね。さらにやっぱり推進力もね、伴って、スピードもね、ありますし、小さいんですけれども、こう、フィジカルが当てれないほど、速さでいけるっていう、風な選手になるんで、さらにそこにスキルもね、相まっているということ、さらにシュート、パス、ドリブル、もう非常に素晴らしいですね。フィジカルはロナウドほどないし、そのでかい選手、と比べるとどうしても劣ってしまうんですけれども、なぜかぬるぬるいけるという強さがある、臭さがあるという、そんな選手になる。メッシの方にボールが転がってくる。そしてそれをしっかり決めきる。また決定機につなげる、力があるということで、もう本当に素晴らしい。この人も本当にマジ強い、選手になりますね。で、そして、フッティーズのソン・フンミンですね。ソン・フンミン。SBC で来たんですけれども、この人作った方多いと。いうふうに思いますし、自分も、作りました。プレミアムということでね、スカットにさせる方が非常に多いというふうに思います。なかなか左ウイングがね、競争率激しい中で、これだけね、多くの方が作ってるということは、期待を、しつつ、かつ強い選手だというふうに思う方が多いからこそ多分損作ってると思うんで、それに見合った形の損が来たなと、個人的には思います。普通にやっぱり強いですね。しっかりシュートに関しては決めきってくれる。本当にトップクラスのね、決定力を誇りながらも、やっぱりスキルもね、5になってるんで、自分でいけるという、力も、手にしました。またはスピードもね、ある程度あるんで、ST としては十分かなと思います。サイドだったらね、ちょっと遅いなとか、もうちょっと速い選手はいるなという風な印象なんですけれども、中央で使う分にしてはですね、しっかり、ある程度速いかなという風に思いますね。パスも上手くって、ドリブルに関しては全然自分はモテる選手だと思うんで、あんまり重くないって感じる方の方が多いのかなっていうふうに、思います。ソンも非常に、強くなって出てきたなというふうな印象ですね。でそして、フッティーズ・ディマリアですね、ディマリア。ディマリアはですね、5-5に、なりました。特に逆足がな、めちゃくちゃ、強化を、されました。アップグレードされましたね。やっぱりね、5-5のディマリアっていうのは本当に強くて、もともとスキルとかドリブルに関してはめっちゃ軽い選手だったんで、本当に素晴らしいんですよ。ドリブルに関しては。で、そっからやっぱりシュートとか、ペースとかも速くなったり強くなったりした選手なんで、マジでね、ディマリアも舐めてたらもうボコボコにやられますね。このカード。で、あとはフィジカルはそんなにないんですけど、意外とこの人もぬるっといけたりとか、しますね。でもそこまでのメッシとかほどの
なんかフィジカルの臭さっていうのはあんまりないですね。まあですけど本当に強くて、この人もまあベンフィカになったことで決めは難しくなったんですけど、プレミアムという、ことなんでちょっと値段高いかもしれないんですけど、まあみんなのスカットには容易にさせるという、選手ですね。でそしてフッティーズグリーズマンですね。グリーズマンも55に、なりましたね。まあ TOTS でもね非常に強かった選手で、この人もねなんかちょっとこう地味というか、やっぱりこうメッシとかロナウドとかに比べるとなんかこう地味な選手なんですけど、ちょっとこうセカンドトップタイプというか、ちょっとこうなんていうんですかね、まあエースなんですけれどもちょっとこう第2ストライカーみたいな、選手です。もう本当にねめっちゃ強い。なぜかいつの間にかなんかグリーズマンにハトトリックされてますやんみたいなこともね起きるんで、やっぱりね本当に最高の補佐役というか、なんでやっぱりね非常に強い、選手で、やっぱり55で、パスもめっちゃうまいんでね、まあ中盤として使っても最強だと思いますし、まあ ST としても十分ですね。めちゃくちゃ使用感がよく何でもできる、選手になるので、まあ使い勝手はめちゃくちゃいい選手ですね。中央の選手としては本当にトップクラスの、使いやすさっていうのを誇ってますし、まあ逆足も、5になったことによって右足でもねしっかり決めきれるという、そんな選手になります。まあグリーズマンも、非常にトップクラスの、選手として出てきました。強化をされましたね。でそして SBC で、来ましたエイブラハムですね。まあ、このエイブラハムではですねスキルが5に変更をされていて、さらに能力もめちゃくちゃ高く、なってます。まあパスもね非常に上手くなりですね、さらに冷静さリアクションっていうのも非常に高くなってると、さらに積極性もめちゃくちゃ高い、選手で、まああとでかいで足が長いんで、取られた後エイブラハムが取られた後もなぜかまたしっかり取り返してくれるという力を、持ってます。なので前線からのプレスももちろんそうですけど、しっかり取ったのになんかまたエイブラハムがプレス来て取り返されるっていうこともあるんで、やっぱりねでかい選手の最高峰かなと、この人は思いますね。そういう選手がやっぱり20万で作れるという値段の安さっていうのもちょっとこう魅力、にはなります。まあディマリアだったりとか、まあソンだったりとかとはまた違ってねプレミアムではないんで、まあセリエスカットじゃないとちょっと難しいかもしれないんですけれども、まあこの人をエースにしてまあセリエに若干スカット寄せるっていうことをしてもいいぐらいかなり強い、選手になりますし、でかい選手をこれまで今作扱ってきた使いこなしてきた人だとめちゃくちゃエイブラハムは合います。マジで理不尽な選手になれるというふうに思うんで、まあ個人的には SBC の価格もちょっと安いんですけれども、まあ S ランクに入ってもおかしくないかなというふうに思いますね。でそして最後ですね、フッティーズのビニシウス・ジュニオールですね。ビニシウスまあ55の、ビニシウスで能力もめちゃくちゃ高くなったという、そんな選手になりますね。まあシーズンの、まあ、レベル40に達した、時期でもですね、正直一番上のランクにいるというふうに思います。まあ今作最高クラスのアタッカーですね。まあ LW まあいろんな、まあソンとかもいますけど、一番強い、LW に、なる可能性っていうのは十分あり得ると思います。ネイマーだったりとかペレを超えてですね、一番上の本当に今作最高地点の LW 左ウイングの、選手として君臨してもおかしくないぐらいの、選手にはなると思うので、まあレベル40になった時はですね自分はベンチで取ろうと思いますし、本当に速くて、そしてめちゃくちゃ軽くて使用感も本当に良くて楽しくて、さらにスキルも使いながらしっかりかわしきるという、選手、さらにヌルヌルさ、フィジカルはそこまでめっちゃ強いってわけではないんですけれども、スピードとかも相まって本当に取れない、なぜか行ってしまうという、選手になれる。でさらにそういう選手がドリブルとかスピードだけではなくシュートもめちゃくちゃうまい、本当に ST として使ってもいいぐらいトップクラスの決定力を誇りつつもパスも出せるという選手になるんで、本当に今作の終わりだなと、いう風に感じますし、まあ明らかなエンドカード、になるという風に思いますね。
まあ、っていう感じで、これが最新版のアタッカーの、ティアリストになります。まあ、フッティーズにね、入ってですね、やっぱりより一層前線の選手がですね、強化をされて多くなってきてるので、まあ、本当にピンクに、なったなという風な、感じですね。もちろんここに入れきれなかった選手、非常に多く、いるので、まあ、気になる選手がいればですね、気軽にコメントいただければ嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいねだったら、チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。